健介様。あれは健介様の奥方の一人の。かしこまりましたわ。お任せくださいまし。そう言ってくださるのも久しぶりですわね、ハニー。あそこまで行き詰まっている二人を見るのは初めてでしたし、見ている方が忍びなかったですもの。健介様の前では強い両兵衛でいたかったのだと思いますわ。察してあげてくださいまし。ハニーからそう言っていただけるなら報われた思いですわ。そうですわ。ここに来る途中で尾張によってお味噌を仕入れてまいりましたの。ですから今日のお昼一緒にいかがです？ゆいな様やコロさん直伝のお味噌汁、ぜひ振る舞わせてくださいまし。ゆいな様が嬉しいですわ。まあまだまだ2人ほどの腕前ではありませんけれど。ではお台所に参りましょう。実はもう暁さんから許可はもらってますの。そうか。ああすれば健介様も喜んでくださるのか。手料理か。では健介さん、お手数ですが健介隊の皆さんにもよろしくお伝えください。はい、みんなで手分けして城内と周りの調整に。それじゃ姉ちゃん、三日月も行ってくるぞ。では私も。それじゃあおぼろ姉さん、健介さん、行ってきます。気をつけて。そうですね。頼もしくもありますが、助言して裏方仕事だけというのも少々寂しくはあります。と言ってももう新しい師匠がいるようですし。それは私も同じかもしれません。そうですね。あ、いえ、昼下ということであればですね。いえ、そうではなくてですね。
その私の屋敷でではいかがですか？大丈夫です。お嫌でなければですが。はい。ではすぐに支度をしてまいりますので。もう意外と難しいものですね。ですが次は外しませんよ。健介様？それは私だって料理くらいします。それは見ていられるというのもいえ、せっかく来ていただいたお客人に退屈などとそのような思いをさせるのは北条の恥。はい。急所を読んでいます。ご存知ありませんか？そこをつけば相手を一撃で死に至らしめる。料理も武術も基本は同じ。いかに刃を入れて断ち切れるか。はあ！おかしい。どう見ても家人がしているのと違う気がします。いやいや、この程度のことがこの北条綱重にできないはずが。一度でダメならもう一度。次は外しません。どうしてこうなった？はい。あるに決まっているではありませんか。いくら健介様とはいえ、言って良いことと悪いことが。手伝う健介様が？いえ、客人である健介様のお手を煩わせるようなことさせるわけには。
楽しいですか？無理など、私がそんな未来の旦那様のためには無理などでは決して。いえ、何も。ですが、私はブー一辺倒で育ってきましたし、イーザヨイたちのように可憐ではなく、私だからですか？では、健介様がそこまでおっしゃってくださるのであれば、一緒に。いえ、別にお気になさらず。味噌汁でも作ろうかとは思いまして。ならまずは葉を落として。はい。いえ、今あまりにも無造作に。健介様、それはどうやれば。はい。はい。そうですね。そうなのですね。力が。おお、これは確かにいつも家人がやっているような。刀を持った敵兵の腕を叩き蹴るようなものだと思っていましたが。はい。任せてください。これは。はい、美味しいです。とても。これを私と健介様が。実はですね、もうお察しかと思いますが、料理というものをしたのはこれが初めてで、屋敷の者たちは簡単にしていましたので、まさかこれほど難しいものだったとは。
健介様、ガモー殿の手料理を楽しみだと。ちらりとですが。いえ、健介様にはかえってご迷惑をおかけしてしまったようで、そうですか？そうでしょうか。私のような不変者が。なんと。花嫁修行。そうか、花嫁修行ということなら私でも。それにいずれは。なんですか、健介様。私でもそのような素敵な奥方になれるでしょうか。いえ、とても心強いです。いえ、健介様、とても嬉しそうに話していましたよ。構いません。健介様にとって健介隊の奥方たちは本当に家族そのものなのですね。でしたら健介隊の皆さんのお話、もっと聞かせていただいてもよろしいですか？そうか、私はこの方に彼女たちのように語ってもらえるようになりたいのか。